マヤマニアック講座ダイレクト X11 シェーダーを作ろう第9回。ゲーム業界で必要なスキルって何だと思うかしら。もちろんツールのスキルや造形力とかテクスチャの縫いの技術とかなのだ。とそれは前提条件として、じゃあ業界歴5年目くらいから現場で実績を作っていける人ってどんな人っていうと、やっぱりコミュニケーション力のある人だと思うの。ゲーム業界の人はオタクで陰のオーラをまとった人が多いのは正直事実なのだ。体育会系の会社もあるけど、他業種の営業経験のあるウプ主目線だとちょっとそういうのとも違うらしいのだ。やりたいこと、挑戦したいことを発信できる人ってのがゲーム業界人の前提ではあるんだけど、でも予算や時間、あとはスキルのある人材の数も限られてるから、実際にはできることとできないことがもちろんあるのよね。デザイナーって職人みたいなものだから、基本頑固気味な人が多いので、そういう人を納得させつつ、チーム全体に現実的な水準の開発目標を理解してもらうってことがとっても大事なの。これはデザイナーだけでなく全職種に言えることね。それに必ずしもビジュアル的な品質の高さっていうのをターゲットにしてるユーザー層が必要としているわけではないのだ。デザイナーは特に義理のない品質の高みを追求しがちだけど、本当にそれが必要なのかどうかっていうことを見失ってリスケを繰り返す現場はかなり多い印象なのだ。最悪なのはそのギャップに気づかずにベータ版くらいまで作りきってからクライアントやプロマネからダメ出し食らって来回収が入るケースね。お互い様なんだけど、どっちにしろ実際に血を流すのは現場の開発者になるのは避けられないのよね。で、ウプ主がストゼロ飲みながら嘆いていたのだ。みんなはそうならないように経験を積んで上流のデザイナーになってほしいのだ。今回は前回のツーンシェーダーをさらにカスタマイズしていきましょうね。ベースカラーとシャドウカラーをカラーピッカーで指定できて、あとシェーディングの境界をぼかしたりするパラメーターを追加するのだ。まずは GUI の拡張から始めるわ。 GUI の定義の仕方は前回の方法とほとんど同じね。違うのは G ベースカラーと G シャドウカラーはフロート型ということなのだ。この時フロート4にしちゃうとカラーピッカーとは別にアルファ値のスライダーが表示されて鬱陶しいので基本フロート3にするのだ。カラーピッカーの場合、スライダーの時みたいに UIME や UIMAX はなくて、その代わりに UI ビジェットという項目が必要になるわ。文字列でカラーピッカーと指定すれば OK で、この時ファイルピッカーとすればテクスチャを読み込むことのできる GUI になるわ。ただテクスチャ読み込み用の時は追加で定義しなきゃいけない項目があるんだけど、それはまた別の機会に解説するわ。そしてやっぱり最後に初期値を指定してやるのだ。ベースカラーは白、シャドウカラーは黒を今回は初期値にしているのだ。ついでに UI オーダーの数値も順番調整のために変更しているので確認してほしいのだ。次に Gtoon フェザーというぼかし具合のパラメーターを追加しましょう。これは前回の式値と宣言の内容はほぼ同じで、違うのは0から1の値ということね。これで準備はできたので早速ピクセルシェーダーを書き換えていくのだ。例のごとくライトと頂点本線の内積 N を求めるところまでは同じね。前回はこの後ステップ関数で内積の2値化をしたけど、今回はその代わりにスムースステップ関数を使うわ。スムースステップ小さい値 A カンマ大きい値 B カンマ N ってすると、例えば N がマイナス1からプラス1までまっすぐ上がっていたとしたら A までは強制的に0に B 以降は強制的に1にしてしまうのだ。しかも A から B の間は滑らかにリニア補完してくれるので、これがぼかしの範囲になるのだ。この時スムースステップの中に入れている最小値は境界の1マイナスぼかし具合の値、最大値は境界の1プラスぼかし具合の値なので、こうすることで境界の1の前後にぼかしの範囲を広げたり狭めたりできる仕組みになっているわ。ここから先は前回とほぼ同じだけど、今回は色をカラーピッカーで指定しているから、ダークの中に入れる変数は G ベースカラーと G シャドウカラーに変わっているのだ。前回言った通りこの2つの値を入れる順番には注意するのだ。さあマヤでこのシェーダーの表示を確認してみましょう。カラーピッカーで色を変更したり、トーンシレショルドやトゥーンフェザーを動かしてちゃんと境界が動いたりボケることが確認できたわね。トゥーン表現の基本についてはこれで終了なのだ。次回少し補足したら次のステップに進むのだ。それでは今回はここまでね。次回の動画で会いましょう。